皆様いつもコトラブチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、強度行動障害と思春期についてお話ししたいなと思っています。前回上げた動画でこのはちゃんは強度行動障害じゃないですかっていうのと、21歳なのに思春期なんですかっていう質問をいただきました。それについて今日お答えしたいなと思ってはいるんですけれども、私も専門家じゃないので間違っていることも多々あると思いますその場合はちょっともうご了承ください。私なりに本を読んだり周りにお話を聞いて、それを娘に照らし合わせた時に、娘の場合はこうなんじゃないかなって思うことをお話しできたらなと思います。高度共同障害についてなんですけれども、これもやっぱり私は専門家ではないので、娘がそうなのかどうなのかっていうのはちょっと分かりません。ただ娘にもその要素はあるなっていうのは感じてます。やっぱりストレスが重なると実証行為、学校卒業するかしないかぐらいから出てきたなっていうのは思ってます。髪をこうギュッてむしっちゃったりとか、腕を噛んでしまったりとか、皆さん多分それぞれ特性があって、強度行動障害が出てくるきっかけであったり原因っていうのはいろいろあると思うんですけど、娘の場合は本当睡眠ですもう観察をしててもよくわかるんですけど、もう睡眠不足になるっていうのは大きいですね。そこがとってもストレスになる。もともと小さい時から寝ぐずりっていうのはあったんですけども、眠いのが嫌だって、そういうのがずっと成人しても続いているんですけれども、その眠気が来てぐずってしまうっていうのは全体のでも2割ぐらい、あとの7割8割っていうのは、普通に眠くなったらボーっとしてコテンって寝ていく、そういう姿もたくさんあったんですね。なのでそんなには気にしてませんでした。しかし二次成長を迎えるあたりから、やっぱりホルモンバランスの影響なのか、生理前とかになると寝れない日っていうのは徐々に増えていきました。でも増えてはいってもそこまで頻回にっていうか強く荒れるっていうことも、それもそんな数えるほどだったんですね。多分その二次成長を迎えた後に、パワーアップしたっていうのもあるし、敏感になるっていうのは聞いてます。思春期を迎えると脳の変化、体の変化があるので、それに伴ってイライラしたりとか、嫌いなものをより嫌いになるというか、過敏性が増したりとか、そういうものはこの葉にもやっぱりあって、そういう影響でさらに強く出るようにはなったっていうのは感じてます。じゃあどんなことで寝られなくなるのか。睡眠についてはお薬を出していただいているので、日常ね、何もなければ寝てくれるんです。平穏な日々が過ごせるんですけれども、どうしても体調不良、今もちょっとそうなんですけど、季節の変わり目とかなってしまうと痰が絡んで夜中目が覚めてしまうであったりとか、強いストレスがかかると夜寝れなくなってしまう。激しい行動、癇癪とか自傷とか物を投げるとかをなくすために環境を整えるのがすごく必要だというのを知って、そのために何ができるかなって考えた時に、強すぎるストレスですね。でもね、これ本当ね、もう悩みですよね。治療が続くっていうのはもうこれ仕方がないなと思って、
今まで体調を崩して入院とかした時に点滴がね、血管が細いので点滴が入らなくて1時間以上取り押さえられて何回も何回も注射針を刺されるっていう辛い体験を小さい頃から山のようにしてきて、でもありがたいことにそれによってなんかおかしくなってしまう、発狂しちゃうとか寝れなくなっちゃうっていうのはもうずっとなかったんですけど、多分もうここ思春期を迎えてパワーもアップして前の歯科治療が続いた時にはもう大発狂、毎晩大発狂っていうのが出てきたのがスタートですね。それも一時半年ぐらいして収まったんですけど、新しくショートステイを始めて半年続けたんですけど、最初の頃はやっぱり新しい、楽しいっていう、新しい環境っていうのも好きな面もあるので楽しく通ってたんですけど、半年経った時になんか寝れなかったみたいなんですよね。それでもしかしたらすごい怖い感覚、夜目が覚めると怖いみたいな、違う場所でなんか一人っていうのを感じたのか、何がわからないですけれども、そこからまた発狂する日々が続いてっていうのが出てきました。それもなんとか薬を先生に調整していただいて夜は寝れるようにはなったんですけど、もともと苦手な眠気に嫌な感情が直結してしまいましてもうショートステイもお休みして、そんな大きな治療も全然なくなったんですけど、眠気がやってくるともう落ち着かなくなって泣き叫ぶみたいな風がもうだんだんずっと続いてました。でようやく最近というかここ数ヶ月それが収まったりまたちょっと出たりを繰り返しながら、ちょっとでも調子がいい日が続いてるなって思った矢先に前回の動画の時は仕方がないんですけど体調不良がやってきましただんがらみですね。もうこれもねすぐもう病院にはお薬をもらいに行くんですけど、残念ながらすぐたんがらみが解消されるわけではないので、数日続くわけです。夜中目が覚めるということが、その睡眠が安定しないにプラスちょっと転んで怪我をしてしまったわけですあの子もねちょっと側腕とか足が小さかったりとかいろいろあるので、普段はそんなことはないんですけど、思わず気が緩んだところで転んでしまったこれあんまり関係ない、注射採血って書いたんですけど、あれはあんまりほぼ関係ないかな市の検診を受けたんですけれども、皆さんありがたいことにうちの動画を見てくださってたみたいで、コノハが何をすれば喜ぶっていうのを皆さんご存知で、大いにじゃんけんとかで盛り上げてくださったみたいなんですよねそれで結構採血は多少抑えますけどすんなりいったんじゃないかな。なのであの子にとっては採血嫌なんだけれども、でも楽しくやってくれたからって多分そっちの気持ちの方が増して、あんまり影響はなかったとは思ってます。一番大きいのはだんがらみで目が覚める、プラス普段しないちょっと痛みの怪我をしてしまったそれで多分抑えられなくなって寝起きの時にちょっとパニックっぽくなってしまう。そうだね、発狂しちゃったんですよね。でじゃあこの行動っていうのは収まらないのかっていうとそうではなくって、環境を整える、なるべくそういうストレス、やむを得ないものが多いんですけどね、どうしたらいいのっていう感じなんですけど、これ以上プラスあとうまくその気持ちを消化させるっていうことと、代わりの行動を見つけてあげる。でさらにいい記憶、その採血の時ではないですけれども何かあった時に辛かったよね、でもその点こういう
なんかいいところもあったよねみたいな感じで、なるべく良い記憶で終われるようにこちらもしたいなと思ってます。そうすることによってだいぶ防げるんじゃないかなと思ってます。それはなぜかっていうと、もともと嫌いだった咳の音、ちっちゃい頃は平気だったんですけどね、だんだんなんか自分の咳の辛さとイメージが結びついて、周りの人の咳とかもすごい苦手になって、わーってね、成長とともにね落ち着かなくなるようにはなったんですけれども、それも別にきちんと睡眠とか取れていれば、周りがくしゃみとか咳とかしてもなんか関係ないわっていう時もあれば、ちょっとうってなるんだけれども、自分でまあとかまあとか声を出したり、大きなこうジェスチャーとかすることによって、子なりにすごい回避できるようになってるので、減る方法はあるんじゃないかなと思ってます。やっぱりでもこれも多分専門家のお話を聞いた方がいいかなと思うので、ようやく来月予約が取れたので、これもお話を聞いてこようかなと思っております。2つ目の思春期についてなんですけど、なんで21歳なのに娘のことを思春期だというと、二次成長が来た時期ですね。まず一般的に早い子で10歳からだいたい18歳ぐらいを思春期と。で、そうすると一般のこの二次成長、女の子の場合なんですけどは、小学校高学年から中学生で、それを考えると娘が二次成長起きたのは高校生なので、単純に計算すると5年のズレはあるだろうなと。そうすると18歳に5年を足すと23歳、多分短くて23歳まで思春期っぽいのがあると思います。で、それに加えて知的なものもあるので、もっと続くと思います。それがだいたい25、6の半ばだったり、長いところだと30歳とか書いてあります。それに合わせると、じゃあ木の葉は35、またはもうちょっと遅くなると40ぐらいまで、そういう体の変化、頭の変化、知的な部分とかね、モヤモヤとか付き合っていかなきゃいけないのかな。それも視野に入れながら、いろいろ対応していきたいなと思ってます。まとめると、娘が強度行動障害かどうかっていうのは、私は専門家ではないので分かりません。ただその要素は持っていると思います。しかし対処法はあると思ってます。子自体も年齢とともに感覚も過敏になって苦手なものが強く出るようにはなってても、自分なりにジェスチャーとか声を出しながら、はたまた一人で部屋にこもりながら好きな写真を見ながらとか乗り越えられるようになっているので、さらにその辛いいろんなことが重なって感情のコントロールが難しくなったっていう時の代替方法とか吐き出し方法とかっていうのは多分身につけていってくれるとは感じてます。で、2つ目の思春期については、二次成長が遅かったこともあり、それに合わせて今も思春期だと私は考えています。はい。ちょっと話が飛んだり分かりにくいなとか、いやこれ違うんじゃないっていうのもあるかもしれないですけれども、その部分はちょっと目をつぶっていただけたらと思います。で、強度行動障害についてはまた相談しに行って、何かこんな方法を教えてもらいましたとか、こんなお話聞きましたっていうのがいつか話せたらなと思っております。では今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。
しいね。